皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、超重要。あなたの家の散らかりは魂のステージに影響あるということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではスピリチュアルをもっともっと理解していって自分の直感力を高めて、そして人生にミラクルを引き起こすそんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ皆さん、家が散らかっていますかと聞かれて、うわ、ドキッとする人もたくさんいらっしゃると思いますが、どんな感じですか？この家が散らかっているというのはですね、いろんな考え方があるんですが、その人の心の状態を表しているというふうに言う人もいるわけなんですね。で、例えば、すごくきっちりしている人、性格がね、そしてもう整理整頓も家の中もきっちりしますよっていう人はですね、やっぱりちゃんと家もきっちりしてますし、そして自分がどこに何を置いているか、必要なものはどこにあるかっていうのもちゃんと分かっていたりしてですね、それならここ、それならここっていう感じの人いらっしゃると思うんですね。だからこういう人っていうのは、とてもすごく気持ちいいわけですよ。自分はね、大変かもしれないけども、整っている自分がすごく気持ちいいし、ちゃんと自分が何が欲しいのか、どういう形が好きなのかっていうのを分かってそれを実現している。だから幸せな方なんですね。で、反対にですね、家が散らかっている人っていうのは何が起こっていくかというと、やっぱりもう多くのことが頭の中でいっぱいになっていてですね、そういう整理整頓ができなくなってない状態になってるわけなんです。そして、そうなることでですね、もう自分が何をしてるのか、自分が何をしたいのかっていうこともどんどんわからなくなってきてる。そんな人が家をやっぱり散らかってしまってるっていうことにつながってると思うんですね。で、これと同じようにですね、面白いことに、やっぱり、心の状態だけじゃなくって、その人の魂のステージの段階でですね、この家の散らかりようとかが、影響されて、なんとなく、この人は今こんな状態なんだなっていうことが分かったりするわけなんですね。はい。ということで今日はですね、超重要、あなたの家の散らかりは、魂のステージに影響あるということで、どういうふうに影響あるのかを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、散らかっているというのは、その人のステージがマンネリ化している。そんなものを表すわけなんですね。これはどういうことかっていうと、魂っていうのは常に新しいものを目指してですね、新しいところに動いたり、新しいことにチャレンジするということが必要なわけなんです。まさに僕らのですね、この体の魂じゃないですね、体の細胞がどんどん常に新しくなって、常に新しい自分になっているのと同じようにですね、やっぱり魂とか人生の流れもですね、新しいものを作っていくということが大切なわけなんですね。で、そこでですね、この散らかってしまう人っていうのは、同じ場所に、同じようなところに、心地もいいし、なんとなくちょっと新しいことするとエネルギーも使っちゃうから、この辺でいいかと、いい感じでですね、変化を求めずにそこに美味しいぬるま湯に使ってるような状態、こんな人がですね、散らかっていることが多いわけなんですね。はい。そうするとですね、何が起こってくるかっていうと、新しいものに、チャレンジしなかったり、新しいところに行ったりしないから、どんどん必要なものがどんどんそこに集まってくるような、増えてくるだけっていうような感じになるわけなんですね。はい。だからこういう状態では家が散らかっていくという状態と、魂の状態と、自分の家の散らかりようが一緒になってきたりするわけなんですね。だからこれをどうすればいいかというと、やっぱり変化を求めていくということなんです。自分が変わろうとする、変わらないといけないんだということをまず意識してチャレンジしていく。そういうようなことでですね、どんどん変わってくるわけなんですね。そうすると、この散らかってくるのが知らないうちに、片付いていったりするということなんです。特にですね、
風水的にも見ても、この家が散らかってしまっている。特に足場がないぐらいに、踏み場所ないじゃんっていうぐらいに、ちょっと散らかってる方っていらっしゃいますよね。こういう人っていうのはもう風水的に見ても、玄関から入ってくる運がですね、もう家の中まで入ってこない。あまり良くない状態になってくる。エネルギーの流れなんてあったもんじゃないっていうような状態になってるわけなんですね。こういうものでは、魂のステージが変わっていくということにつながりにくくなるわけなんです。はい。だからもうこのマンネリ化してる上にですね、このどんどん、部屋が散らかってくると、もうそういう変わるエネルギーも入ってこなくなって、もうどんどん悪くなるわけなんですね。はい。ですから、この散らかっているという人はですね、自分が今マンネリ化してる、変わろうとしてないなということに気づくといいということですね。そして二つ目は、模様替えしたくなる時っていうのは、魂のステージの変化が始まってくる時だっていうことですね。これよくありません？なんか急に部屋の模様替えしたくなって、急になんか机の中をきれいにしたくなる時ってありますよね。ああいう時っていうのは魂がですね、変わり始めてる。魂が何か変化をすごく求めようとしてる。そういう時だったりするわけです。はい。ですから、この急に何か変えたくなる。急にこの配置替えをしたいとかっていう時はですね、そういう時なんだということで、まずは自分のこの魂の動きたいという気持ちをですね、聞いてあげるために、実際に掃除をするなり、するといいということですね。そうすると、新しいエネルギーとか、新しい風が生まれてくるので、そこに何かいいエネルギーが生まれ始めたり、隙間ができてですね、そこに新しいエネルギーが入ってくるということになるわけですね。そうすると、その魂が、自分がなんか変わりたいんだとかちょっと思ってるものに対してですね、それを助長してくれるようなエネルギーが自分の中に生まれてくるということです。はい。ですから急に模様替えしたくなる時っていうのはぜひやっていただいてですね、なんか魂変わりたいと思ってんだ。ということで、魂に意識を向けてあげるということが大切だということですね。そして三つ目は、やたら部屋をきれいにしたくなる時です。これもありますよね。なんか知らないけど、めっちゃ今やりたい。部屋をきれいにしたいっていう時ってあると思います。こういう時っていうのは本当にまさに魂のステージが上がろうとしてる時ですね。この上がろうとしてる時っていうのは、大きなエネルギーが必要になってくるわけです。もちろん自分からよし変わってやるぞっていう思いでエネルギーで動いていくっていうのも大切なんですが、それだけではなかなか魂のステージが変わっていくっていうことにはならないわけなんですね。だから周りとか宇宙のエネルギーが必要になってくるわけです。で、そのエネルギー、周りから来るエネルギーをさらに多くするためにですね、やっぱり魂が分かっていて、部屋を急にきれいにしようって思ったりするわけなんですね。はい。ですから、こういうふうにですね、部屋の掃除をしてきれいにしていったりすることで、その場所のエネルギーもアップすることになりますし、自分自身もそれで気持ちが良くなってアップしていくっていうことにつながっているっていうことなんですね。で、先ほどの言った風水的にもですね、やっぱり玄関からこの綺麗な部屋、足元が綺麗な状態になっていると、玄関から入ってきたいいエネルギーがですね、部屋の奥の方まで入ってきて、自分の金運とかですね、そういう運につながっていくという大きなエネルギーに変わっていき、ステージも変わっていく、ステージも変わっていく、エネルギーに変わっていくということなんですね。はい。こういうふうにですね、家をやっぱりきれいにしておくっていうことが大切なんです。で、例えばすごくいつも汚くてさ、なんか今、魂のステージが変わりたいとか言っても、すっごく汚かったりすると、なかなか重い腰って動かせないじゃないですか。だからいつもすっごく綺麗にしておく必要はないんですけども、ある程度綺麗にしておくと、今日はじゃあここを綺麗にしよう。じゃあここはちょっと頑張ってみようかなっていうふうにやるとですね、それだけでもどんどん自分とか部屋のエネルギーアップにつながって、魂のステージを変わる、そんなエネルギーにも変えていけるっていうことなんですね。はい。ですから常日頃からですね、やっぱり少しずつ、綺麗にして自分の心も、気持ちいいなっていう形にしておくっていうことが大切ということでございます。ぜひやってみていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録していただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組も面白かったらコメント欄にミラクルラブって書いてください。まあまえたと思ったら、そっといいねボタンを押しておいてください。
それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ叩いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。